茨城県土浦、北関東の不夜城、人が消えた町、巨大な歓楽街に昭和の熱気だけが残っている。大人の休日にはちょうどいい。それでは歩いてみよう。土浦駅に到着。降りる人ほとんどいないね。結構ね、駅舎が綺麗でおしゃれなお店が入ってるね。駅前には大きいロータリー。土浦の人はみんなバスを使うんだね。今日は休日の昼間なんだけれども、このターミナル駅の前にはね、ほぼ人がいない。みんなどこに行ってるんだろう。駅前の銅像も物悲しそうに佇んでます。駅からこのペデストリアンデッキを通ってまず見えてくるのがこの土浦市役所。実はこの土浦市役所、もともとはイトーヨーカドーの土浦店でした。そこの居抜きとして市役所が入ったんですね。1977年に JR 土浦駅前の再開発事業の目玉として複合ビル、このうららというものがオープンをしました。ただ、郊外型のショッピングモールの台頭によって2013年にこのイトーヨーカドーが閉店をしました。そして2015年、土浦市役所も旧庁舎が老朽化によって耐震性に問題を抱えていたこともあって、ここのビルにこの市役所が入ることになったそうです。中に入ると可愛いマスコットキャラクターが出迎えてくれます。これ頭にレンコンついてるのかな。土浦レンコンが有名なんだ。レンコンの顔出しパネルがあるね。うわ、レンコン愛溢れてるね。そして特徴的なのがこの上まで吹き抜けのエスカレーター。もともとここがショッピングセンター、ショッピングモールだったことがよくわかるね。大型商業施設内に庁舎を転用するケースは全国でもいくつかあるんだけれども、その中でもこの土浦市は先駆け的な存在として成功して、全国から視察がたくさん来ているらしいです。そして土浦駅前にひときわ綺麗な建物がありますね。これが土浦市立図書館、通称アルカス土浦と言います。にしても図書館とは思えないほど作りが豪華というかスタイリッシュだね。ここのデッキスペースもめちゃくちゃおしゃれ。すごいね。これ新宿ですって言われてもわかんないね。すごい先進的。綺麗だね。そしてこっちが土浦駅で、ここからモール505っていうのかな。ショッピングモールがあるらしいんで、そっちの方に行ってみようと思います。このビルとかすごく年季が入ってていいね。奥にあるマンションが新しいんだけれども、この対比もすごくエモいね。そして商店街に向かう途中の道。ここはお琴の教室かな。ここもすごい歴史があるね。昔からあったんだろうね。昭和の初期とかから。いやー、趣があるね。こういうところもね。こういうところが駅前に残ってるってこと自体がすごくもう、価値があるね。はい、そして着きました。ここがモール505になります。全長が505メートルだから、このモール505っていう名前になったらしいですね。この場所はもともと川口川という川が流れていました。1985年の科学万博つくば85に向けて再開発の一環でこの川を埋め立てて、その上に建てられたのがこのモールになってます。ショッピングモールは1階から3階まであって、 A 棟から E 棟まで5つの区画に分かれてますね。昔ここにいっぱい商店があったのにかかわらず今はなくなってるし、で駅前の市役所のところももともとイトーヨーカドーがあったけども今はなくなっているじゃない。じゃあ土浦市民ってどこで買い物してるんだろうね。ちょっと気になるね。そう思って地図を調べてみると、ここにイオンモールがあるね。みんなこのイオンモールで買い物してるんだ。土浦の人はもう車社会だから基本ここまで車で行って買い物してるんだね。
にしても、ちょっと寂しいね。つわものどもが夢の跡っていう感じだね。そして、この商店街から目と鼻の先には、なんと、土浦のね、歓楽街もあるみたいなんでね、今、どんな感じになってるのか、ちょっとね、見ていこうと思います。はい、今ですね、この、川口駅のところから、このモール505のところの橋のところまで来てるんだけれども、このね、南の方に行くと桜町ってのがあって、この桜町が昭和の時代にね、映画を極めてね、歓楽街があるらしいんで、そこをね、見に行こうかなと思います。そして今から行く桜町というね、歓楽街なんだけども、実はここ、北関東屈指の規模を誇る歓楽街として知られています。その歴史は古くて、土浦が水運の拠点として栄えた時代まで遡るんですね。江戸時代、土浦は霞ヶ浦の水運を利用した物流の要所でした。現在、桜町周辺には中条遊郭があって、船乗りや商人たちが集まる社交場として栄えましたと。これが現在の歓楽街のルーツになっています。明治時代に常磐線が開通し、土浦駅ができると、駅に近い場所の飲食店や置き屋が集まり始めました。大正から昭和初期にかけて、このエリアは非常にね、華やかな不夜城として、県内外から人がね、多く集まるようになりました。そして戦後、売春防止法の施行などを経て、かつての遊郭や料亭は姿を変えていきました。高度経済成長期からバブル期にかけては、近隣の筑波研究学園の都市開発や、自衛隊駐屯地の存在もあって、夜の街として爆発的に発展しました。現在の桜町は土浦駅西口から徒歩数分の場所に広がっています。北関東最大級の規模として狭い路地にスナック、キャバクラ、居酒屋、風俗店が密集しています。だんだんその顔が見えてきましたね。今はもう廃墟になってんのかな。でもキャッチダメだよって書いてあるから、まだ営業はしてるんだね。こんな感じで歩いてると客引きにね、声をかけられます。まだまだ日が明るいのにね、結構お店の数は多いし、まだまだたくさん営業してるっぽいね。すごいね。これとかも、昭和からずっと続いてるって感じだね。ただやっぱり見てると、ここね、店舗がなかったりとかね、ちょっとゴミがたくさん捨ててあったりとかね、若干治安の悪い雰囲気があったりね、しますね。あとまあもう、ほら、ここも駐車場になってるしね。ここもシャッター閉まってるし。店は結構あるんだけれども、シャッターも多いね。まあ、過去の栄光って感じだね。こことかも。この桜町からね、一本大きい通りに行ったところなんだけども、ちょこちょこね、お店があるんだよね。あ、面白い。爬虫類って書いてるお店だ。こういう尖ったお店があるのも面白くていいよね。わあ、すごい。めっちゃレトロなものがあった。これ、うわ、自動販売機だ。すごい。シルクセーキ売ってる。うわ、サービスエリアとかに行くとあるよね。こういうやつ。たまーに。もうないかな。うん。いや、もういいね、これ。素晴らしい。うわ、これもいい。このバーガーといい、この青いね、この上のデザインといい、入り口のこのちょっとアーチ状な感じといいね、すごいなんか昭和の時代の、なんかモダニズムみたいなモダンな感じのデザインで、これは刺さるな。いいね。そして、ここはおそらく水戸街道になるのかな。ね、ちょっとね、なんかその説明してる場所があるんで、そこまで行ってみましょうか。まちづくり活性化バス、キアラちゃん。この顔知ってる人います？わ、この風景最高にエモいんだけど。めちゃくちゃいいね、土浦。ということで、ここに書いてあるね。水戸街道と街並み、土浦宿ってね。
この前行った千住宿、千住のところから、日光街道から分かれた水戸街道11番目の宿場町がこの土浦宿になっているみたいですね。繋がってるね。日本橋から北千住に行って、要はこの土浦宿まで繋がってるんだね。いやー、この街惜しいな。結構いい感じの趣あるお店あるし、建物もね、すごくなんかね、エモいんだけども、なんか観光地化まではされてない感じだね。惜しいな。すごくいい素材がたくさんあるのに。いや、でもいいね。雰囲気は最高。でも、うん。ちょっと振り返ったらこれ、世界遺産屋久杉の木が飾ってる場所があったね。触っていたらから触ってみよう。あ、これなんだ。へえ。こういうのがあるのがなんかいいね。こう通りにね。うん。観光案内マップがあったけど、結構見どころたくさんあるんだね。お城とか公園とか昔の暮らしがわかるね、場所とか、あとリンリンポート、これ自転車の駐輪場のあれかな、貸し自転車かなで、公園もあるし、で、霞ヶ浦もあるし、結構ね、楽しめる場所がたくさんありますね。あ、すごい。昭和35年頃の土浦のね、市街地マップが飾ってあるね。うわ、こんな感じで、ここがあったんだね。すっげえ。うわ、これはちょっとすごい。うわ、歴史的なものだね、なんかね。うわ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 。そして、土浦城跡まで歩いてきました。そしてその向かいにあるのが白富士茶店です。今の時刻は17時7分。18時までの営業だけど、入れるかな？聞いてみよう。まだいいよとのことで、無事入店することができました。店内は靴を脱いで居間に座るスタイル。椅子とテーブルの席もあります。そして雪見障子のような横にスライドするね、窓がある障子がね、あったりしました。風情があるね。なんだかおばあちゃんのお家にいる感じがして落ち着くね。ちょっとした雑貨もない記憶が刺激されて、なぜか懐かしく感じる。メニューはコーヒーやアレンジドリンク、そしてコーヒーによく合う土浦銘柄9万5000石というね、お菓子があったりします。今回は軽食としてカレーを注文。楽しみだね。カレーのセットにコーヒーも注文。そしたらお菓子をね、なんとサービスでつけてくれました。人の温かさを感じるね。ってことでいただきます。カレーは若干スパイシーなんだけども、ベースは甘口で、具にひよこ豆が入っていて、食感のアクセントになっていて美味しい。ポテトサラダは素朴なテイストで、なんだか安心できる味なんだよね。すんごく美味しい。でも特徴があるというわけではなくて、万人受けする母親の味みたいなね、味でした。とにかくカレーがね、素朴な味付けで美味しくて、黙々とね、食べちゃいました。そして食後のコーヒー、味がさっぱりしていて、カレーのスパイスをね、うまく中和しているような感じで美味しかったですね。サービスでもらったかりんとうも一緒に食べます。これがね、砂糖がいっぱいついていて、むちゃくちゃ甘くて美味しかった。お茶休憩にしてはね、ちょうどいいご飯の分量でした。店内の様子はこんな感じ。まるでおばあちゃんの家に来たかのようなアットホームな空間ですごくホッとするね。ということでごちそうさまでした。ってことでごちそうさまでした。カレーがね、意外とスパイシーで、店主の方のね、こだわりをね、すごく感じました。美味しかった。そして、さっきのカフェの向かいにあるのが、この土浦城跡になります。なんとここのお堂、聖徳太子を立て祀ってるらしいですね。すごい歴史が深いんだ。これね、上に書いてあるね。聖徳太子堂って。へえ、土浦、そういうね、重要な文化財というか、
そういうのもあるんだね。すごい。いや、ライトアップが綺麗で美しいね。実はね、この土浦城ね、すごいらしいんですよ。東日本唯一の現存するね、櫓門っていうね。これ多分それだよね。櫓門だよね。これが東日本で唯一らしいです。明治時代の廃城令とか戦火をくぐり抜けて、奇跡的にね、残ったらしいですね。門の上に太鼓を置いて時刻を知らせていたことから、太鼓門とも呼ばれてるみたいですね。これ池んとこ、噴水になってるんだ。お城の池で噴水ってなんかね、ちょっと西洋の、なんか和洋折衷な感じがあるけど、まあそれもまたいいのかな。にしてもこの水面に映るね、この建物がほんと綺麗だね。大昔の人も同じ景色を見たんだろうね。ここは土浦名店街っていうね、ところみたいですね。お店は閉まってるけども、ここの商店街の雰囲気は今も残ってるんだね。北千住もさ、サンロードとかあったけど、あそこはね、もうほぼ面影がなくなってるじゃない。でもこの土浦は、まだ面影をね、しっかりと残してるのがいいね。うん、雰囲気は素晴らしいです。そして夜の駅前のペデストリアンデッキ。LED がね、赤とかピンクに輝いてるね。土浦駅の駅ビルは、プレイアトレっていうのが入っていて、結構ね、いろんなお店がね、入ってますね。タリーズコーヒーとかセブン銀行とか、パン屋さんとか、いろいろね、入ってるね。で、屋上は夏限定で、ビアガーデン。しかもその1個下が星野リゾートっていうね。結構すごくない？土浦すごくないこれ。結構ね。この土浦にはサイクリングする場所がね、たくさんあるみたいで、こんな感じでね、サイクリングの人はここ通ってねっていうね、ものが書いてますね。で、さっき駅のあっち側にも自転車を組み立てる場所があったりね、そういったサイクリストに配慮したエリアがあったりしてね、いいですね。はい、そしてこっちが土浦駅の東口になります。ホテルがあったり、雑居ビル、マンション、ホテルで、東横インがあるでしょ。こっちね、ホテルが多いね。多分ね、霞ヶ浦の湖で、セーリングする人たちとかね、あとは出張に来る人とかは、多分ここら辺に泊まってね、行くんだろうなっていう雰囲気ですね。東口はね、宿泊施設が多いですね。土浦駅は西口と比較して東口は結構閑散としてる。飲食店もこのボニートとガブリ亭の多分2店舗かな、他にもあるかもしれないけども、主要な店舗はこの2つだけかもしれないですね。あとローソンがあるね。ってことで今回はここまで。かつての不夜城土浦、映画の痕跡が残るいい街だったね。もしこういう静かな街歩きが好きなら、高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。また次の街に行ってきます。